こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はチョコサプガンダム第3弾。このオープニングトークも、チョコサプに関して話すことがなくなってしまったので、早速ですが、中身の方をチェックしていきたいと思います。はい。こちらが今回開封するチョコサプになります。前回前々回と、シャアが登場するモビルスーツが当たったので、今回もシャアが登場したキャラが当たると嬉しいですね。まだ3つ目のチョコサプなので、同じものが被らないと思いますが、被ったら悲しいですねこれ。さて、今回は何が当たるかな？ランダム商品はこの開封する瞬間が一番楽しいですよね。これは、ガンダムや。いやー、ガンダムか。しかもハンマー装備。ガンダムねー。嬉しいけど、狙っていたものではないと結構テンションが下がってしまいますね。ガンダムも悪くないのですが、ジオン大好き人間には、少し微妙な当たりでした。さて、それでは気を取り直して、当たったガンダムを組み立てていきましょう。このチョコサプは、中身がある程度完成した状態でカプセルの中に入っているのがいいですよね。すぐに組み立てることができて、完成したものを飾ることができます。まあ、ここまで簡単に作れるチョコサプを、毎回パーツの取り付け違いをしてしまうんですけどね。はい。こちらが組み立てが終了したチョコサプ、ガンダムになります。ハンマーが重いのか補助のクリアパーツまで付いていますね。では、このガンダムをこれまでと同じように改造していきます。それでは改造を始めていきたいと思います。まずは先ほど組み立てたガンダムを、画像のようにバラバラにして、作業を行いやすい状態にします。パーツをバラバラにしたら、まずはガンダムが持っているハンマー。このハンマーを少し改造していきます。はじめに、デザインナイフを使用して、ハンマーにあるパーティングラインを消していきます。このパーツは細いので、改造後にラインを消す作業をしてしまうと、ぽっきり折れてしまう可能性があるため、パーツの強度が高い状態で、パーティングラインを消しておきます。パーティングラインを消し終わったら、毛書き針を使用して、パーツに傷をつけていきます。パーツに傷をつけ終えたら、つけた傷を目印にして、ピンバイスで、穴を開けていきます。今回はパーツに 0.8 ミリの穴を開けました。穴を開ける位置は、実物のチェーンをよく見て、仕上がりがおかしくならないようにしながら、丁寧に穴を開けていきます。パーツ全体に穴を開け終わったら、デザインナイフを使用して、ピンバイスで開けた穴を少し広げます。デザインナイフで穴を少し削ることで、穴がほんの少しだけすり鉢状になり、ただピンバイスで穴を開けるよりも、見た目が良くなると思います。多分。はい。改造が終わったハンマーがこちらになります。穴を開けたのはいいのですが、なんか、危ない海蛇みたいな見た目になってしまいました。なかなか思った通りにはならないですね。続いてガンダムの頭部を改造していきます。めちゃくちゃ小さい頭ですが、結構造形がしっかりしていますねこれ。さて、まずはガンダムヘッドにへの字ダクトを筋彫りしていきます。デザインナイフを使用して、ガンダムの口元に、薄くへの字の傷をつけます。ガンダムヘッドはめちゃくちゃ小さいので、への字を大きくしないように、少しずつ、薄く傷をつけていきましょう。ある程度デザインナイフで傷をつけることができたら、ラインチゼルを使用して、傷を深く加工していきます。今回は 0.2 ミリ厚のチゼルを使用していますが、このチゼルはチョコサプを改造するには少し厚いので、0.15 ミリ厚のチゼルを使って作業をした方がいいですね。ただ 0.15 ミリのチゼル、かなり折れやすいんですよ。これまでに何個潰してきたか、と、余談はさておき、顔の筋彫りですが、撮影外でへの字ダクトの横の線も追加しておきました。ここは細かすぎてカメラ越しに作業できませんでした。続いてアンテナの改造を行います。まずはニッパーを使用して、分厚いアンテナ部分をある程度切り取ります。この時、切り取る部分のアンテナを3分の2程度残してください。せめてアンテナを半分以上ニッパーで切り取ろうとすると、アンテナが折れます。というか折りました。なのでこの作業は思ったよりも切り取ろうとしない方がいいですよ。ニッパーで余分なアンテナを切った後は、
デザインナイフを使用して、ニッパーで切り取れなかった部分を取り除いていきます。このガンダムのアンテナは小さく壊れやすいため、力を入れないで優しく作業した方がいいと思います。横着するとろくなことがないですからね。さて、デザインナイフを使用してある程度アンテナの形を整えたら、紙やすりを使用して、荒れたアンテナの断面をきれいにしていきます。アンテナにヤスリをかけ、全体的にきれいになったら頭部の改造は終了です。これが改造した頭部なのですが、アンテナが折れてるし、ちょっと筋彫りも変ですね。続いて腰部の改造を行います。このガンダムの腰部はフラットで設定とは違うため、設定通りに腰部をへこませてみたいと思います。腰部のへこみを作るのに使用するのは、彫刻刀。この彫刻刀で、腰部のへこみがある部分を、少しずつ掘って形を作っていきます。彫刻刀でへこみを掘っていく際、そこの部分が三角形になってしまいますが、最後にカンナ掛けを行う要領で、彫刻刀を動かすとそこが少しフラットになるので、見栄えを良くするために必ずやっておきましょう。はい。これで大まかな改造は終わりました。最後に各パーツのパーキングラインを消したり、モールドの彫り直しを行い、全体のクオリティを上げていきます。モールドの彫り直しは、デザインナイフを使用して、パーツに軽い線を引き、デザインナイフを使用して作った線を、ラインチゼルで、深くしていきます。これで塗装をしても、塗料でモールドが埋まらないようになりました。最後に、腕部の一部を塗装時に塗りつぶすための、目印を作っていきます。彫刻刀で大まかに当たりを取り、当たりを取った部分を、ラインチゼルでわかりやすく整えたら、塗り分け指定の線引きは終了。これでチョコサプガンダムに行う改造作業は全て終わりになります。はい。こちらが改造作業が終わったチョコサプガンダムになります。ハンマーのチェーンなど、不満点は多々ありますが、多くの時間を割くようなキットではないので、妥協して次の工程に進めましょう。はい。ガンダムにサーフェイサーを吹いてきました。パーキングラインやゲート跡がしっかり処理されていますね。なかなか綺麗に表面処理ができたと思います。あ、そうそう。シールド裏の射出成形跡の丸ですが、消すのに時間がかかるので、これは放置。全体を見て不具合がなければ、塗装作業に入ってしまいましょう。それでは、ガンダムの塗装を始めていきましょう。今回は新しく発売された塗料を使おうと思っているので、塗装が結構楽しみでございます。はじめに行うのは白の塗装。この塗装は先日発売された、アッセンブルカラーホワイトを使用して、色を塗っていきます。いやー、この新発売されたホワイト、個人的には期待していた性能ではなかったですね。下出るカラーベースのように、一発で下地が透けないようにして欲しかったのですが、アッセンブルカラーのホワイトは結構下地が透けますね。従来の白よりは確実に性能はいいのですが、下出るカラーを使った後に使うと、少し肩透かしを食らいますね。下出るカラーの性能が良すぎるのが悪いんや。ですが、下出るカラーよりもいい点は、真っ白に近い白を塗装できるところです。下出るカラーの白は仕上がりがグレーっぽいのに対し、このアッセンブルカラーは結構白い。結論として、模型や気分によって塗料を使い分けるのが一番かな。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのガンダムブルー。この色は寒色なのですが隠蔽力が低く、なかなか色が乗らないのですが、これだけ塗装面積が少ないと、隠蔽力の低さが全く気にならず、あっという間に綺麗な塗膜が完成しますね。しかし、ガンダムを塗るのにぴったりな色が既製品で販売されているのはありがたいです。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレット。ガンダムの赤を塗るのにおなじみの色ですね。隠蔽力が高いのでかなり愛用している塗料です。この塗料は数回塗り重ねるだけで綺麗な塗膜になってくれるので、あまり厚塗りしないように注意して塗装しましょう。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、下出るカラーベース、アバーランドサンセットです。
この塗料は隠蔽力がものすごく高く、隠蔽力が低く色が乗らない黄色。ストレスなく塗装できる優れものです。さて、この黄色を塗装する箇所なのですが、塗装範囲がものすごく狭いので、穂先が細い筆を使って、慎重に塗装していきましょう。続いて黒色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスの黒鉄色。この色は黒なので隠蔽力抜群。塗料をつけすぎて液垂れしないよう注意して塗るだけで、綺麗な塗膜を作ることができると思います。はい。ガンダムの塗装が終了したので、墨入れ塗装を行っていこうと思います。この塗装に使用した塗料は、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を改造時に彫ったモールドに流し込み、ガンダムにメリハリをつけ格好を良くしていきましょう。墨入れをした塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出ている塗料を拭き取ります。この墨入れ作業なのですが、墨入れを行う前に、光沢のトップコートスプレーを吹きました。スプレーを吹く前の塗膜はマットなので、墨入れ塗料がマットな塗膜に滲み、墨入れ塗料が拭き取りづらくなります。スムーズに作業を行うためにはトップコートが必須ですね。墨入れが終わるとこのような感じになります。右肩にホコリが入ってしまっていますが、見なかったことにしましょうかね。はい。ガンダムの作業が一段落したので、次はガンダムを飾るための土台を作っていきたいと思います。まずは土台の合わせ目消しを行います。合わせ目消しに使用したのは、瞬間接着剤。この接着剤を爪楊枝などに取り、合わせ目部分にピンポイントで塗布していきます。接着剤が乾燥したら、デザインナイフとヤスリを使用し、接着剤を塗布した部分とパーツがつらい位置になるように、切ったり削ったりしていきます。作業を終え、合わせ目が綺麗に消えたら土台を塗装していきます。サクを吹き、土台にあった合わせ目が消えていることが確認できたので、土台を塗装していきたいと思います。まずはじめに、タミヤのハルレッドを、土台にベタ塗りしていきます。この塗装は筆ムラや、塗料の液だれ、これらを一切気にしないで、とにかく土台を塗りつぶすことを意識して作業します。はじめに塗ったハルレッドが乾燥したら、小さく切ったスポンジに、タミヤのジャーマングレーを含ませ、土台にポンポンとスポンジを押し付け塗装していきます。この塗装ははじめに塗ったハルレッドをすべて塗りつぶすのではなく、ある程度下地の色が残るように塗装します。ジャーマングレーが乾燥したら、タミヤのデザートイエロー。先ほどと同じようにスポンジを使って塗装していきます。この塗装も下地をすべて塗りつぶさないよう。それだけに注意していれば適当に作業をして OK。さて、この塗装が終了したら、チョコサプガンダムに行うすべての作業は終了になります。それでは完成したガンダムをご覧ください。はい。こちらがすべての作業を終え、完成したチョコサプ、ガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。ガンダムはチョコサプの中では外れかなと個人的には思っていたのですが、しっかり作ると愛着が湧いて気に入りますね。ただ、このガンダム、細かすぎて顔が作画崩壊ガンダムみたいになっているのが気になりますね。余談なのですが、このガンダムを作っている時に、細かすぎてパーツが見えづらく、パーツを限界まで凝視して作業していると、めちゃ目が痛くなりました。模型を作っていて初めての経験ですねこれ。さて、それでは今回の作成で失敗した部分の話を。まずはアンテナ。ニッパーでアンテナを切る際に横着をして、アンテナを折るという大失敗。幸運なことに完全に折れる事態は回避できましたが、ちょっと押し込むと折れる状態。パーツが細かすぎて修理できないので、そのまま放置していますが、この先少し不安ですね。続いて顔のへの字ダクト。このダクトはしっかりへの字を作ろうとした結果、少し歪んで綺麗なへの字になりませんでした。これだけ小さい頭部なので、無理にへの字を作ろうとしないで、直線2本を筋彫りした方が良かったかもしれないですね。
これらが今回の作成で失敗した部分になります。それでは、チョコサプ、ガンダム作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだもう少しだけチョコサプが残っているので、残りのチョコサプ作成にもお付き合いいただければ幸いでございます。では、また次回。さよなら。Are you listening?